ちは、おさゆです。7月21日から30日までの10日間、下鴨神社で行われているみたらし祭りに行ってきました。みたらし祭りは毎年土用の丑の日前後の7月末に開催されています。今回訪れたのは3回目。前回訪れたのは5年以上も前ですが、すごく印象的でまた行きたいなぁと思っていたので、今年は行けてよかったです。下鴨神社の境内にある忠須の森が駐車場になっていますが、最初の1時間500円、以降30分ごとに200円で、2時間以上は居座る予定だったのでパーキングを探しました。下鴨神社から徒歩5分もかからない三井のりパーク下鴨神社西第2駐車場に停めました。周辺のパーキングの相場はそんなに変わらないので、長く居座る方はパーキングがおすすめです。この日は日曜日、時間帯に悩みましたが、冷たい水に足をつけるのでまだまだ暑さが残っていて、暗くなり始める頃の幻想的なライトアップが拝める夕方6時着目標で向かいました。期間中は特別に駐車場になっている忠須の森、めっちゃ広いです。どこ？あ、ほんまや。いらっしゃい。手前の出店にもみたらし団子はありましたが、より上質なものがいいなぁと思い、奥に進むと発見。下鴨神社のすぐそばにあるみたらし団子で有名な鴨みたらし茶屋。大行列で在庫も間に合っていなく30分並びました。暑かった。5本入り700円を購入します。ありがとうございます。何お待たせしました。高い。冷めるとすぐに硬くなってしまいますが、もちもちですごく素朴な美味しいみたらし団子でした。鴨みたらし茶屋が出店されていた並びには、出町双葉、西尾八橋、京あずきなどご近所の有名店ばかりでした。下鴨神社のご利益は、勝利、導き、厄除け、縁結び、安産、家庭円満などです。まずはお参りをするのですが、下鴨神社には十二支それぞれの社があり、干支ごとにお参りができるので楽しいです。撮影はおそらく NG だったのでできませんでした。みたらし祭りの足つけ神事は、普段入ることのできないみたらい池に膝下まで浸かり、火を灯したろうそくを備え、その後ご神水をいただきます。検討料が300円だけ必要です。土用の丑の日にみたらい池の中に足を浸すと、罪や汚れを払い、疫病や安産にもご利益があると言われています。携帯気をつけない。ご協力をお願いいたします。立ち止まらずそのままお進みください。列を崩していただいて大丈夫です。この辺りから列を崩して
出口にはすのこと椅子が用意されていますが、サンダルや丈の短い服装がおすすめです。紙コップを受け取り、ご浸水をいただきます。ではございますが、砂利の方を向いてお持ちもから係までお声掛けください。続いてお進みください。おみくじはあまり何度も引きたくない派なので、今回は見送りましたが、水みくじ、水に浸すのが新しくて楽しいのでおすすめです。下鴨神社近くの人気の担々麺屋さんに行きます。下鴨担々麺、前から気になっていた人気店です。日曜日の夜10分だけ待ちました。駐車場は少し分かりにくいんですが、すぐ近くの中山眼科の向かいに3台分あります。初めてだったので普通の担々麺に決めていましたが、冷やし担々麺と旨辛担々麺が誘惑してきます。レタス入りチャーハンも人気だそうなので、担々麺とレタス入りチャーハンのセットにしました。店内はカウンターのみで9席あります。こちらの担々麺はあまり辛くないそうで、お好みで入れられるのは粉唐辛子と豆板醤です。ビジュアル花丸な王道担々麺。本当に辛さ控えめで、辛みがあるのは上のラー油くらいでした。ごま感が強めで癖の強くない、すごく食べやすい担々麺でした。お子さんにもおすすめ。レタスチャーハン、こっちの方が私にはハマりました。美味しかったです。夫が頼んだ冷やし担々麺。担々麺とは別物で冷やし中華に近い感じでした。すいません。ちょうどいただきます。お気にありがとうございます。